はい、どうも皆さんこんにちは、ひでチャンネルです。今回はどんな角度からでも描ける世界標準の顔の描き方5、プロアニメーターも現場で実践している正面顔を綺麗に描く方法ということでお話ししていきたいと思います。皆さんキャラクターの顔を描くときに得意な角度ってあると思うのですが、正面の顔が得意だという人はなかなかいないのではないでしょうか。それもそのはず、斜めから見た顔や俯瞰煽りの顔は多少絵が崩れていても色塗りなどでごまかしが効くので間違いに気がつきにくいのですが、正面の顔は左右のバランスの崩れが簡単に分かってしまうため、かなり難易度の高い角度なんですよね。でも、あることを意識して実践していただくだけで、正面の顔は意外と簡単に綺麗に描けるようになるんです。ということで今回は、プロアニメーターも現場で実践している正面顔を綺麗に描くための方法について解説していきたいと思います。皆さんはたった数分のこの動画を見ていただくだけで、なぜ正面の顔がうまく描けないのか、下手な人がついやってしまう描き方を把握して、どうすれば正面の顔をうまく描くことができるのか、プロも現場でやっている描き方を学ぶことができますので、正面の顔を描くのが苦手な人、または顔の描き方を基本から学びたい人はぜひ最後までご覧ください。顔の描き方シリーズは今回で5回目となります。前の4つの動画をまだ見ていない方はタイトル下の概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらも合わせてご覧ください。また、このチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人、または趣味で絵を描いているけど、もっと絵が上手くなりたいと思っている人に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。ということで早速ですが、正面の顔がうまく描けない原因って何だと思いますか？結論から言いますと、それは細かい部分を見すぎているということになります。正面の顔がうまく描けない人は、ほぼこれが原因と言ってもいいかもしれません。どういうことなのか、正面の顔がうまく描けない人の描き方を実際にやってみたいと思います。まずは輪郭を描き、次に十字の補助線を入れて最初に目を描いていくのですが、この段階でまつげや瞳のデザイン、目の中の影やハイライトの部分まできっちり仕上げてから、次に反対の目も同様にまつげや瞳の中のディテールの細かいところまでしっかり仕上げていきます。次に鼻のデザイン、口を描いて耳を足していきます。髪の毛なども細かい部分までしっかり描き込んであげて、首周りを描き足し、最後に影とハイライトを足して完成。こんな感じの流れで描いている人多いのではないでしょうか。しかし描き上がったものを見てみると、なんだかバランスが悪い絵になってしまいましたね。実は今皆さんに見ていただいたものは、うまく描けない人が絵を描くときにどういう視点で描いているのかを再現したものなんですよね。細部のディテールにこだわりたいあまり顔を紙に近づけすぎてしまい、いざ顔を上げて全体を見たらなんだか違和感のある絵になってしまっていた、なんていう経験がある人は多いのではないでしょうか。これが正面顔がうまく描けない最もよくある原因の一つなんですよね。じゃあそれを解決するためにはどのような描き方をすればよいのでしょうか。実は正面顔を綺麗に描くための簡単な方法があるんですが、それは動画の後半でお話しします。次はおさらいも兼ねて顔の描き方の基本手順と正面から見た時の顔の比率を解説していきたいと思います。まずは頭のベースとなる球体を描きます。球体の面に沿って縦線と横線を描いていきます。正面からだと分かりにくいと思いますが、これは球体をぐるっと取り囲む線で、地球儀で例えると縦が径線、横が赤道となります。球体の側面を切り落とします。切り落とした断面が少し見えるように立体を意識して描いておきましょう。先ほど描いた十字の中心は眉間の位置となりますので、そこから下に向かって顔の中央線を引いていきます。顔のパーツの位置を決める補助線を足していきます。各比率はこんな感じ。詳しく知りたい人は顔の描き方シリーズのアーカイブ動画をご覧ください。切り落とした側面の中心線と球体の線が交わる部分から顎に向かって輪郭線を描いていきます。反対側も同じように輪郭線を描いていきます。球体の中心を通る横線と鼻下を通る横線の間に耳を描き入れていきます。耳は顔に対して斜めについているので、耳の面が見えすぎないよう注意してください。次に顔の各パーツの当たりを描きます。目のデザインはキャラクターによってかなり変わってきますので、まずはこんな感じで眼球の入るくぼみの部分を目安に大きく当たりを描いておきます。鼻や口もシンプルな当たりで描いておきましょう。当たりに合わせてディテールを描き込んでいきます。今回は基本となるリアルな顔で仕上げていきたいと思います。よくある勘違いとして、イラストや漫画のキャラクターはリアルな人間とは描き方が違うと思っている人がいますが、人間である以上どんなキャラでもリアルな顔をベースにデザイン化、簡略化されています。ですので、まずは基本となるリアルな顔が描けるようにしておきましょう。最後に首と髪の毛を足してあげれば完成です。これが基本の描き方となります。注意点として顔を正面から見たとき一番幅が広く見えるのはこの辺りとなります。ですので最初に球体の左右を切り落とす際、真下に切らずにやや内側に向けて斜めに切り落とすようにしてください。
次に正面顔の比率を見ていきたいと思います。一般的な人で言うと頭の比率は縦 3.5 に対して最初に書いた頭の球体部分の横幅が3となります。この分割線を見てみると、縦に分割した線は上から髪の生え際、眉間の位置、鼻下となり、横に分割した線はちょうど左右の瞳の中心を通ることがわかります。成人男性の場合、目の高さは頭全体のちょうど半分の位置となり、左右の目と目の間の距離は目一つ分となります。さらに目から耳までの距離もちょうど目一つ分となり、したがってこの位置の顔の横幅は目5つ分となります。顔の比率はキャラクターによって大きく変わってきますが、この標準的な比率からあらゆるキャラクターに応用ができますので、まずはこの基本をしっかりと覚えておいてください。正面顔の比率について実際に写真を使って検証してみましょう。まずは写真に頭の球体を描き、この球体を顔の横幅の基準として考えると、顔の比率は横3に対して縦 3.5 となることがわかると思います。縦に分割する線は上から髪の生え際、眉間の位置、鼻下、顎の位置となり、横に分割する線は左右の瞳の中心を通ることが確認できると思います。また、目と目の間は目一つ分、目から耳までの距離も目一つ分となり、この位置の顔の横幅は耳まで入れてだいたい目5つ分になることが確認できると思います。もちろん人によって個体差はありますので、必ずこうなるというわけではありませんが、基本的にこれに近い比率になっていると思いますので、皆さんもいろいろな人の顔写真を使って検証してみてください。それではここまでの話を踏まえて正面顔をきれいに描く方法についてお話ししていきたいと思います。結論から言うと、正面顔をきれいに描くためには左右のバランスを見ながら描くということが大切になってきます。それだけ？そんなこととっくにやってるよって思うかもしれませんが、これがちゃんとできている人って意外と少なかったりするんですよね。ということで、どうすれば左右のバランスを見ながら描くことができるのか、実際にアニメっぽいキャラクターの正面顔を描きながら解説していきたいと思います。まずは先ほど同様頭の球体を描きます。丸を1回で綺麗に描くのは難しいので、こんな感じで紙を回しながら修正していきます。下書きですのでラフな感じでも大丈夫です。この球体に縦軸と横軸を描いてサイドを切り落とすのですが、左右対称のものを描く場合、片側を描いたら左右の位置がずれないようにポイントを決めて補助線を引いてあげてください。こうすることで左右のバランスが取りやすくなります。両端が描けたら紙を左右反転して違和感がないか必ず毎回確認しましょう。次に顔の中央線に顎、鼻下、髪の生え際の位置の当たりを取ります。今回はアニメっぽいキャラを描くので顎は若干短めに取っておきます。次に輪郭を描いていきます。片側が描けたら顎の起点をポイントに補助線を引くことで、反対側も同じ位置から顎を描き始めることができます。両側描けたら必ず左右反転して歪みを確認してください。次は顔のパーツを描いていきます。先ほど説明した通り、リアルな人の目は頭全体の中心に来るのが一般的ですが、アニメっぽいキャラを描く場合、目の位置は中心より少し下に下げましょう。目を描く際、まずはこんな感じで単純化した目のシルエットを描いておきます。目を単純化する方法ですが、例えば最終的にこんな感じの目を描きたい場合、目頭、目の山、目尻、下まぶたの両端をポイントに単純化したシルエットを考えるようにしてください。キャラクターによって目のデザインは違ってきますので、それぞれどのように単純化すればいいかやってみてください。目のあたりが描けたら四角い枠で囲ってみます。目から目の間は目一つ分が一般的ですので、このように枠を並べることで反対側の目の位置も決めることができます。反対側の目のあたりを描く際も、目頭、目尻、下まぶたに補助線を引いて左右の位置がずれないように描いていきます。口を描く際も片側を描いたら口角に補助線を引いて左右のバランスが崩れないよう注意しましょう。眉毛は特にバランスが崩れやすい部分ですので、片側を描いたら眉の始まりの位置、終わりの位置、眉山に補助線を入れて、反対側も同じ形になるように左右のバランスをしっかり意識して描いてください。耳も同様に上端、下端、一番出っ張る部分に補助線を入れて左右のバランスを見ながら描いていきます。これで正面顔のあたりは完成です。バランスに問題なければ目のデザインを足していきましょう。片側が描けたら先ほどと同様ポイントになる部分に補助線を入れて反対側も描いていきます。一見補助線が多いように見えますが、左右のバランスがうまく取れないうちはできるだけ多く補助線を入れた方が描きやすいと思います。特に目頭、目尻、上まぶたの下端は左右しっかり合わせるために必ず補助線を入れて描くようにしてください。瞳の部分も同様に描いていきます。片側を描いたら必ず補助線を使って大きさにズレが出ないように確認しましょう。左右交互に少しずつ描き進めるとバランスが取りやすいと思います。髪の毛を描く際も左右のバランスに注意しましょう。特に触覚部分は長さがずれると不格好になりますので、片側を描いたら補助線を引いて左右の長さ、形のバランスが取れているか確認しながら描きましょう。前髪を描く際はこんな感じで当たりの線を描いておくと全体のバランスが取りやすいと思います。これで下書きは完成です。
あとは形を整えながらペン入れ、お好みで色塗りをしてあげれば完成です。左右対称ツールなどを使って描いた方が手っ取り早くていいと思うかもしれませんが、完璧に左右対称にしてしまうと逆に違和感が出てしまうことがあります。実際人間の顔を観察すると完全に左右対称になっている人はほとんどいないことがわかると思います。この絵もよく見ると左右対称ではないのですが、こうした手書きによる若干の歪みがあることでより自然な正面顔になりますので、皆さんもツールに頼らずぜひ自分の力で正面顔を描いてみてください。今日の動画はここまでとなります。いかがでしたでしょうか？よかったらチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。また、ヒデチャンネルオンラインサロンでは平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと絵が上達したい人やお絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。